皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。中島館長が創設された工部館道場で師範代をやらせていただいている山口と申します。今日は合気道に対する批判の多くがですね、リングに出てみろよって批判があるんですよね。そんなに強いって言うんだったらリングに出てみろよ。そうするとみんなですね、みんなっていうかですね、多くの合気道のホームページ見るとですね、合気道は無駄な争いをしないんだって。これでそうなんですけどもね、やっぱりそれは逃げてんじゃないかなという感じがするんですね。それなぜ私たちがそんなことが言えるのかっていうと、中島館長がですね、警察官だった。本当の実践を経験したから、それを我々に教えてくださってるからですね、そういうことが言えるんですけども、例えば館長のですね、このお話は以前にも一部お話ししたことあるんですけども、皆さんが必ずしも1話から今全部見てくださってるとは限らないんで、多少重なりますけれども、深夜の倉庫に賊が入った。警備会社はそこまでわかるわけですね。ですけど自分が捕まえることもできないし、逮捕権もあるわけじゃないし、それで警察に電話かかってくる。そうするとですね、館長は自分から買って出るらしいんですよね。よし、俺が行く。他の警察官嫌ですよね。そんな深夜のところですね。敵が何人いるか分かんない。どんな武器持ってるかも分かんない。それから硫酸みたいな液体をかけてくるとかですね。それから隠し武器を持っているとかは限らない。それから背中から攻めてくることもあるし、制限時間はない。場合によっては電気も消えてるらしいんですね。だからそんな中へ一人で入ってくる。それでピストルはですね、奪われたら大変だからほとんどの時使えない。腰につけててもですね、二重三重の安全装置があってすぐに出せるわけじゃないですね。ここでさらに大きな制約がある警察官としてですね、それはなぜかというと、相手を過剰に傷つけちゃいけないっていう制約があるんですね。だから相手を過剰に傷つけずに、しかも制圧する。それが警察官合気道なんですね。そういう実践を経験した館長から我々は教わってるんですね。だから、もしリングに出てみろよって言うんであればですね、館長はこんなこと言われなかったですけどね、じゃあ深夜の倉庫に入ってみろよっていうことも言えると思うんですよね。もちろん実践空手、私は極真を少し教わったんですけども、素晴らしいことは分かります。しかし本当に命を取られるか取られないかですね、そういう実践とですね、スポーツの実践、さっき言ったですね、もう敵が何人いるか分かんない、どんな武器を持ってるか分かんない。それも他に言ったかもしれないですけども、館長がですね、初めから例えば相手が担当を持ってる。普段これ分かりますよね。担当ぐらいだったらですね、警棒で叩いて骨を折ってもですね、過剰な障害には、特別公務員暴行陵虐罪にはならないかもしれないけれども、館長が捕まえた時ですね、武器が見えないんですね。それなぜかというとですね、こういう鉄の棒に刃がついてて、指の間から飛び出してたらしいんですよね。ここで一応逮捕して、警察へ連れてって見たらワイシャツがここは血だらけになってたって言うんですね。だから浅くだけれどもバッサリ切られてたらしいんですよね。それもですね、例えばスポーツの空手の場合、体で受けちゃうんですよね。相手がダンダンってきたのですね、もう肉体で鍛えて受けちゃう。だけども今のようなですね、刃が出てるものをバーンと受けたらですね、ぐさっと入っちゃったらどこまで入るかわからないですよね。いっぺんでダウンしちゃいますよね。だからスポーツと実践というのは全く違うわけですね。だから館長の教えてくださった合気道っていうのはですね、実践の裏付けがある館長の書かれた原稿なんですけども、他でも話しましたけども、この実践に裏付けされた合気道、そういう経験してる人はほとんどいないんですよね。で、館長の場合は実践で裏付けされた結果、基本動作6本の素晴らしさをですね、身をもって体験した。養心館合気道で学ぶ基本の見事さを身をもって体験したっていうふうに言ってられるんですよね。それを私たちに教えてくださってるんで、私たちも迷わずに6本の基本動作を繰り返しそれをやっ
て、いつの間にか自分が強くなってるんじゃないかな。ここでそんなことは一生にないけれども、毎日あっても実践でも使えるんじゃないかなというふうに思いながらですね、信じて稽古を続けております。今日はそういうことでリングに出てみろよという批判に対してですね、我々を合気道側とすると別の解決手段があるんだっていうことを、お話しいたしました。今日はどうもご清聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。